ワールド3315です。今回も、トランザムです。この79年のトランザム、まずバラしていきたいと思います。でバラしていってですね、まず段取り的にはエンジンを乗せる、まずはエンジンを乗せたい。そのためにですね、これポンティアックとシボレーって大体サイズ的にも、同じような感じのエンジンなんですけども、いろんなところがこれ逆なんですね。例えばディストリビューターのハーネスが、シボレーは運転席側でポンティアックは、助手席側だったりですとか、それとオルタネーターですね、これもやっぱり、運転席側助手席側逆になります。あとはフーエルラインも逆になったりとかで、そういったところをですねどんどん作っていかなきゃいけないんですね。これやれ合わない届かないとか始まってきますので、そういうふうにならないように、まずは下ごしらえ、そしてエンジンルーム内を小綺麗にできれいにした上でエンジンを乗せます。そしてエンジンマウントもこれソリッドマウントって言いまして、普通はだいたいこの年式ですとフレーム側がラバーのゴムマウントになるんですけど、そしてエンジンの方がなんかオカマみたいにパコッとはまるスチール、結局ゴムマウントなんですけど、こちらのオーナーさんはですねスパルタンなのがお好きで、ソリッドマウント、俗に言うフレーム側もエンジン側も鉄のマウント、要は直付け、ステアリングにエンジンの一発一発の点火のバイブレーションが伝わるような、そういうようなのが好きなのでソリッドマウントです。これの我々がやっていていいところっていうのは、エンジンを乗っけた時ってエンジン大体こうガクーンって後ろに下がっちゃうんですよ。それでデスビとかぶつかってデスビのキャップ割れちゃったとかあるんですけど、自立できるんですね。そのまんま踏ん張っててもらえるんです。その代わりちょっとミッションつけるのが面倒だったりとかするんですけど、でも結構スペースのある車なんで、そこら辺は楽だと思います。では早速取り掛かっていきます。前振りが長くて申し訳ございません。多分どっかのいいところでスッと抜けると思うんだよね。ディップスティック抜ける？もういいか、そのままでいいです。はい。じゃあそれで、はい。そしたらちょっとこっち行きたいです。はい、いいです。ダメか。いや、ブレーキブースター。そっち前にもう行きたいんですよね。はい、避けた。はい、開けてください。そんなミスをするわけないじゃんとか言って、アースケーブルとかさよくつながってるの。余計なこれ。どうだったっけ？ポンティアックは重いね。紫のスタンドに。ポンティアックのエンジンがおりました。どこも当たらずおりなので良かったなと思っております。そして次に、エンジンを乗せるんですけども、乗せる前にもう一点やっておきたいことがあります。それはトランスミッション。
今度は、これ TH400 ですね。ターボハイドラマティック400っていう、ビッグブロックとかトルクのある車に積んでるようなミッションなんですけど、これのですね、まず1点、ミッションを下ろさなくてはできないオイルシール、オイル漏れに大体悩むことが多いので、このトルクコンバーターのところの、オイルシールですね、これはこう外れてる状態で交換をしておきます。So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see. そして次に下ろさなくてもできるんですけども、今こうなってる状態の方が圧倒的にやりやすいっていうところで、シフトリンケージの付け根、このガチャガチャ動くところですね、ここのところは結構漏れてる車多いんですけども、意外と走っていると ATF ってオイルポンプで組み上げちゃうんですね。ですからオイル漏れっていうのは特にないんですけども、今度ガレージに止めておいたりですとか、止めて2日3日経つとなんかこうガレージに ATF が漏れてるとか、これ大体止めますとオイルがダーッとオイルパンの方に下がってきまして、その油面が上がるからここのオイルシールからにじんじゃうんですね。でここも、ちょっと交換です。これはちょっとこうオイルパン開けてややこしいやり方するんですけど、今のうちやっといた方がいいと思います。あとはこのオイルパンガスケットです。オイルパンガスケットなんですけども、これは何を使えばいいのか。一番いいのがラバー製で中に鉄板が入っているやつ、こういうのが社外のメーカーから出てるんですけども、これは割とピタッといきます。ただお値段も結構高く、日本じゃあんまり売ってないので、おそらく海外からの取り寄せになると思うんですけども、なかなかそれを使うっていうのもちょっと気が引ける部分もあります。金額的なものもそうですし、それとすぐにやっぱり在庫がないっていうところなんですけど、一般的に考えて、じゃあオイルパンガスケットどういうのがいいのか。皆さん大体使ってるのが、まず1点ラバー、本当にゴムのペラペラなやつです。これを使う場合は液体ガスケットあんまり使わない方がかえって漏れないのかなって思います。
あとよく見かけるのが、皆さんちょっと紙っぽいやつ、紙っぽくて硬いやつですね。繊維を集めたような紙っぽいやつ、硬いやつですね。あれをオイルパン側とトランスミッション側両方に液体ガスケットをつけてベタっていく方がほとんどだと思うんですけど、あれつけた瞬間は割とオイル漏れしないで持っててくれるんですけど、やっぱりにじんでくるんですね。それと液体ガスケットを両面つけて一気に取り付けてグッとボルトにトルクをかけますと途中で切れてしまったりとか、それでグッとなんか外に逃げてしまって結局オイル漏れしてしまった、そういうのがあるんですけども、オイルパンガスケットに関しましては、例えば、トランスミッションのオイルパンがダイキャスト製でできていて面がちゃんと出ているもの、それでトランスミッションの方は面はちゃんと出てますので、その面と面の面の精度、それがきちっと出ていれば意外とうっすら液体ガスケットを塗ってピタッとオイル漏れは止めることができると思います。そして、僕がよく使うのは、例えば今回のトランスミッションなんかはこれオイルパンがスチールなんですね。でスチールで、当たり面のところはちょっとデコボコしてます。で真っ平らなところに置きますと微妙に反りとか曲がりがあります。そういった場合はじゃあ何で押さえればいいのか、いろんなのちょっと試しました。で最終的には、スチールのこの純正タイプのオイルパン、またはクロームのオイルパンとかこういったものでしたらば、最終的にコルク、これ意外とこのコルクってダメじゃんなんて思って僕も大昔は全く使わなかったんですけども、やっぱりスチールのオイルパンにはこのコルク、そして液体ガスケットはつけないです。これ液体ガスケットつけずにそのままいきます。それでフルトルクでは締めないです。一回軽く締めておいて後から少し増し締めをする。できればちょっと走ってから熱が入った状態でもう一回軽く増し締めをする。そうするとピタッと止まります。これスチールオイルパンにはコルクがおすすめです。そして次、スピードメーターのこのギアスリーブ、ここのところもだいたいオイルポタポタ垂れてるところだったり、ものすごいにじんじゃってもう真っ黒になっちゃってるのが多いんですけども、まず外側のオイルリング、これも新品のものでしたらばかなりピタッとします。で結構テンションかかります。そうすれば液体ガスケットとかも塗らずに大丈夫なんですけども、もし用心深い方でしたらうっすら塗っていただいてピタッとつけてもいいと思います。それとこのスピードメーターのギアが入る芯の部分ですね、ここのところもだいたいカチカチになってます。あと下手すれば弾力もあるんですけど、それもなんか伸びきっちゃってかえってここのところから漏れちゃってるってこともありますので、ここも、交換をお勧めします。そして最後、トランスミッションのこのテールシャフト、ドライブシャフトヨークの刺さるところですね、俗に言うミッションの尻尾、ここは結構ここから漏れるんだよななんて言ってこのオイルシールだけ変えてる方いらっしゃいますけど、これ基本的にはオイルシールだけ変えてもオイル漏れ止まらないです。その理由はトランスミッションヨークが刺さっているところで、トランスミッションヨークが結局はブレるからオイルシールでオイルシールから漏れてしまう。結局はこのヨークをがっちりと押さえているものっていうのはこの奥にあるこのスリーブなんですね。でこのスリーブが長く使っているとやっぱり摩耗してちょっとガバガバになってきます。そうするとオイルシールで押さえきれなくなってオイル漏れが始まる。で特にパワーのある車、トルクのある車とか、またはホイールスピンとかばっかりやっちゃってる方とか、そういった方は意外とすぐです。これ本当にビッグブロックなんて積んでますとすぐに本当半年1年下手すればもう1年ぐらいでにじんできちゃったりとかしますので、ここちょっと面倒なんですけども、
オイルシールを交換する際にはこのスリーブも一緒に 700R4 ですとか TH350 とかこういったものもしっかりちゃんと出ておりますので、それで交換をお勧めいたします。あとはもうこれ以上になってきますとオーバーホールの領域になってしまいますので、まずはお手軽に外のあれですね、オイル漏れ予防の感じでオイルシールだけ交換という感じで、ミッションはこれ元気なミッションなんでそのままいきます。そしてこれからトランスミッションを積んでいきヘダースを取り付けていきます。